皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。本日はいられ編第14回目で、今回は DTP デスクトップパブリッシャー印刷物の納品データについて入稿ミスが起きないように7つのチェックリストを作成したので、皆さんと一つ一つ確認していければなと思ってます。チェックポイント1、サイズが合っているか。こちらはイラストレーターの環境設定によってはミリメートルで作成しなければならないところをアイコン作成でピクセル設定にしたまま作成していたなんてケースがあったりします。なのでまずはイラストレーターを開いていただき、イラストレーターの環境設定の単位から一般の単位がミリメートルになっているかを確認してください。その後、納品要件のサイズのシェイプを作成して納品データにかぶせてサイズが合っているかの確認をしてください。チェックポイントに CMYK で作成されているか。こちらもアイコンやロゴ制作時の RGB の設定が残ったまま印刷用のデータを作ってしまっているケースがあったりするので、ファイルのプレビューの名前の後ろのところが CMYK になっているかの確認をするようにしてください。もしなっていなければ、ファイルのドキュメントのカラーモードから RGB から CMYK に変更するようにしてください。この時に CMYK に変更すると色味がかなり悪くなると思うので、色味の調整は必須です。チェックポイント3、印刷物の内容が内側のガイドに収まっているか&塗り足しがあるか。納品要件のサイズのシェイプを作成していただき、それをコピーして変形ウィンドウの W と H のところに-6と+6を入れることで、トンボをベースに内側と外側に 3mm のガイドを作ることができるので、まず内側のコンテンツが -3mm のガイドの中に収まっているかの確認をしてください。それが終わったら塗り足し部分が +3mm のガイドを超えているかの確認をしてください。ご利用される印刷会社の納品データのフォーマットによっては塗り足し不要のデータもあったりしますが、そのような場合でも基本アートボードから画像がはみ出していた方が安心だと思います。チェックポイント4、納品用データと元のデザインデータに分けられているか。こちらは画像や文字の修正があるにもかかわらず、埋め込みや文字をアウトライン化してしまうとデザインデータの編集がとても大変になってしまうので、納品用データと元のデザインデータに分けておくと後々楽です。データの管理についてですが、元のデザインデータの名前を日付_プロジェクト名として、納品用データを日付_プロジェクト名_OLアウトラインとしておくと区別しやすくなるのでいいです。制作会社ではよくこの命名規則でファイルを管理しているので、 OL はアウトライン化済みのデータ、つまり納品データというふうに覚えておくといいです。チェックポイント5、リンク画像は CMYK か。こちらは配置した画像が RGB ではなく CMYK になっているかの確認で、もし配置した画像が PSD データの場合、Mac だとオプションを押しながら画像のダブルクリックで該当の PSD 画像を開くことができます。Photoshop も同じくドキュメント名の後ろにドキュメントカラーの表記があるので、こちらでファイルのカラーモードを確認することができます。ちなみにイラストレーターのリンクウィンドウからオリジナルを表示をクリックで Photoshop データを開くこともできます。あとはリンクウィンドウの拡大縮小の倍率が 100% を大きく超えていたら、Photoshop 側で配置する画像のサイズを解像度調整から変更して、なるべく 100% になるように調整してもいいかもしれないです。チェックポイント6、リンク画像を埋め込みできているか。こちらは前の動画でもちらっとお伝えした通り、イラストレーターのリンクウィンドウから使われている画像がちゃんと埋め込まれているかの確認をお願いします。埋め込みが完了していない場合はファイル名の右に何も表示されていませんが、埋め込みが完了していればファイル名の右に画像アイコンが表示されるので、こちらで判断することができます。チェックポイント7、文字はアウトライン化できているか。最後に文字のアウトライン化ができているかについてですが、書式のフォント検索を開いていただくと、現在ドキュメント内に残っているフォントデータを一括で確認することができます。もし全てのフォントがアウトライン化されてあれば、ドキュメントフォントには何も表示されませんが、
アウトライン化されていないデータが残っていると、ドキュメントフォントに文字データが常に表示されているので、ここで確認するようにしましょう。以上、チェックポイント7点すべて確認できたら、無事入稿データの完成です。お疲れ様でした。次回からはいられ編最終章のフライヤー作成に入っていきたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ